今日はこのヒューシンクベルトのペダルなんですけど、ちょっと困っていることがあるので、それをちょっと直していきたいなと思ってます。これ何が困ってたかというと、ヒューシンクベルトの、ペダルの下のベースも買ったんですけど、それに付属していた、このミスミのアルミフレームに、溝に入れてるナット、これがちょっと小さめで、えーうまくはまってないんですよね。ちょっと斜めに、ボルトが斜めになっちゃうんですよ。このペダルなんですけど、ヒューシングベルトのシムペダルスプリントのブラックエディションというものです。で、それに、ベースプレートを追加して購入してます。これ、ボルトが斜めに見えてません？ナットがうまくはまってないんですよね。こんな感じで斜めってます。で、これもしっかりはまってないんですよ。はい。で、これ、ヒューシンクベルトのペダルの話に戻るんですけれど、これ、シムペダルスプリント、ブラックエディションというのを購入しました。それに加えて、ベースプレートというのを購入してます。値段は通常のものと変わらなくて、スプリングが赤色になっているのが特徴だと思います。でこのベースプレートがちょっと癖者で、便利なところもあるんですけど、想像ですけど、いろんなシムコックピットに取り付けれるように、下のフレームの穴とかは結構大きめで、それに比べて付属してくるボルトとかは、その穴に対してちょっとちっちゃかったりとかして、かなりきつめにボルトを締め付けないと、どんどんボルトが緩んできます。で、この付属してくるボルトとナットがちょっとちっちゃいんで、今回みたいに今の状態でブレーキをグッと踏むと、しっかりはまってないんで、手前側がちょっと浮いちゃってたりすると思います。なので、レース中に、ブレーキガンと踏むと、なんか浮いてるな、カシャンといってるなと思って気持ち悪いなと思いつつ、時間もないんで、めんどくさくて放置していました。なので、今回はこれを直していきたいと思います。ちなみにこのオレンジ色のかっこいいレーシングシューズは何だと思う方いらっしゃるかもしれないんですけど、これワークマンで980円で売っていたシューズです。ただ寒いので履いているだけです。これであまりレースはしてません。今回用意したのはこのミスミのナットです。で、ヒューシングベルトで使われているボルトが、M5 サイズだったので、それに合うものを、準備しています。商品名書いておきますので、概要欄気になる方は見てみてください。これ今、ヒューシングベルトを、シムのコックピットから取り外そうとしているところで、なんですかね、六角のスパナ、付属のちっちゃなスパナでコツコツと取り外してます。4つのボルトをこのスパナで、を回して取り外して、で、ついでなので、ブラシで、ホコリを全部かき出した後のペダルになります。もうこんな感じで、このヒュージックベルトのペダルは調整範囲がすごい大きいのが特徴ですね。ペダルの高さだとか角度を調整することもできます。ブレーキの重さとかも調整できると。で、これ、裏プレートなんですけど、いっぱい穴がついていて、これも左右方向も調整できます。で、今やってるのはついでなので、増し締めをしていっています。結構この辺が、緩んでるというか、しっかり取り付けられてなかったのか、増し締めできました。でちょこちょこと今、増し締めをやっているところです。普段靴底が黒のシューズでペダル操作してると、こんな風に、カスがいっぱい落ちてくるんですよね。でも、ペダルの形状のせいかと思います。で、今回、左がですね、今回入れるナット、右が、付属のナットで、これ使わなくなったナットですね。で、このナットを、使わないナットを取り外すために、このフレームを一回分解して全部取っ払って、新しく買ったナットを入れておきます。で、隣に M8 も対応するナットも予備で入れてます。これは
パーテックのペダルが必要になった時にも使えるように多めにナットを、M8 のナットを入れてます。で、今回使うのは M5 の、穴が開いたナットです。これ通常の速度で再生してたら皆さん見なくなると思うんで、これ20倍速でぶっ飛ばしてやってってますけど、この部屋の隅っこで、ああでもない、こうでもないと固定していると相当体が痛くなります。仮止めができたので、今は、ペダルの左右方向の位置を調整しているところです。まあ、いろいろ踏んでみて、だいたいこの辺でいいかなと思ったので、この後、ボルトを締め付けていきます。このペダル以外はこのベースプレートという部品でだいたい1万円超えるぐらいで売ってるんですけど、これ横からこうやって付属のレンチのようなもので締め付けないと締めれないような構造になってるんで、できれば上から六角レンチとかでくるくるくるっと回せば締めれるようにレンチのアクセスがしやすいように設計してくれたらなぁと思ってます。これ上から見た映像になるんですけど、この手前にすごい太いフレームが使っちゃってて、これちょっとどうにかしないといけないなと思ってます。で、すべて固定が終わったので、もう最終チェックでブレーキを目いっぱい何度か踏んでいるところです。もうこれでベースプレートはずれてはないですね。これ揺れてるのは、防音のために、防音防止のためにバランスディスク、釘が入ったバランスディスクを、コックピットの下に敷いてるからです。ということで、今後見なくてもいいので、もしよければチャンネル登録。見なくてもいいのでチャンネル登録。見なくてもいいのでいいねを押してもらえると嬉しいです。終わり。